出雲、火の川の上流、その川のほとりに一人の男が立っていました。高間ヶ原を追われ、地に降りたばかりのスサノオノミコト。その時、川上から一本の橋が流れてきます。橋が流れてくるということは、この川の上に人が住んでいるということです。男は川を遡っていきました。遡った先に老夫婦がいました。二人は一人の娘を真ん中に置いて泣いていました。娘の名は櫛灘姫。この家にはもともと8人の娘がいたといいます。それが年ごとに一人ずつ食われていった。そして今年最後の一人の番が来ていました。男は娘を助けると約束します。けれどその後に続く一文がこの物語を少しおかしなものにしています。スサノオノミコトはまずその娘を櫛に変えました。湯包櫛という神聖な櫛の姿に変えて自分の髪に刺したのです。そうして怪物を迎える支度を始めました。ヤマタノオロチ。8つの頭、8つの尾、ほおずきのように赤い目、背には木が生えている。日本の神話に現れる怪物の中でもこれほど克明に姿を描かれたものはほとんどありません。にもかかわらず私たちは今もその正体を探しています。姿は初めからそこにあったはずなのに。異形奇譚、今夜はヤマタノオロチを訪ねます。スサノオノミコトは老夫婦に酒を作らせました。ヤシオリの酒。何度も何度も醸すことを繰り返した極めて強い酒です。そして8つの門を作り、それぞれに棚を置き、その上に酒を満たした桶を8つ並べました。やがてそれは来ました。古事記はその姿をこう記しています。ソガメは赤かがちのごとくにして、実一つに8つの頭、8つの尾あり、またその実に苔、またひすぎ多い。その竹、谷やたに親を渡りて、その腹を見れば、ことごとに常にちいたりただれたり。赤かがちとは今でいうほおずきのこと。そう原文自らが中をつけています。異形奇譚がこれまで訪ねてきた存在はどれも見えないところから始まっていました。ヌエは夜に響く声でした。鬼は姿を持たない隠れたものでした。天狗は轟音とともに空を流れる光でした。けれどヤマタノオロチは違います。最初の一行から完全に見えています。そしてこの場面を少し離れて眺めると、もう一つの奇妙なことに気づきます。8人の娘、一つの体に8つの頭と8つの尾、8つの門、8つの棚、そして8つの酒舟。8という数は大蛇の体だけではなく、それを迎え撃つ仕掛けのすべてに繰り返されています。大蛇は8つの頭をそれぞれの桶に突っ込んで酒を飲みました。そして酔って眠りました。スサノオノミコトは腰の剣を抜き、その体を細かく切り刻んでいきます。尾に至ったところで剣の刃が少し欠けました。裂いてみると中に一振りの剣がありました。姿は初めから完成していました。描きすぎているほどに。古事記はこの怪物をこう呼んでいます。古紙のヤマタノオロチ。古紙、これを北陸の古紙の国と呼ぶ見方があります。そう読むならば、大蛇は国の果てから毎年やってきていたことになります。一方で、これを出雲の国の中にある古紙の地と読む見方もあります。そう読むなら、大蛇は同じ出雲の内から来ていたことになります。そして日本書紀はこの場面について本文の他にいくつものある文を並べて載せています。ある書はこう伝えていると書き添えていくのです。ある文では舞台が出雲ですらありません。スサノオノミコトが降りたのは秋の国の蠅の川のほとり。そこにいたのは娘を挟んで泣く老夫婦ではなく、一組の神の夫婦でした。妻は身ごもっていました。食われていたのも8人の娘ではありません。生まれるたびにその子が飲まれていたと語られます。また別のある文では、
佐能命はまず新羅の地に降り、土で船を作って海を渡り、出雲の鳥上の峰に着いたとされています。背に生えているものさえ書物によって違います。古事記では苔とヒノキと杉、日本書紀の本文では松替え、ある文では頭ごとに石と松、そして剣です。大蛇を切ったあの剣。本文はただ戸塚の剣とだけ書きました。これは握り拳10個分の長さという意味の呼び名です。けれどある文はこれをオロチの荒政と呼び、今は磯の神にあると書きます。別の文はこれをオロチの唐崎の剣と呼び、今は吉備の関東王のもとにあると書く。さらに別の文はこれを天の母切の剣と呼びました。大蛇を切った剣は本文と文とで4通りに呼ばれています。その行方も磯の神と吉備と2通りに伝えられている。ヤマタノオロチの物語は初めから一つではありませんでした。ここでもう一つの書物を開きます。出雲の国不土記。奈良時代朝廷の命令によって全国の国がそれぞれの土地の様子を報告した記録のそのうちの一つです。出雲の地名の由来、神社、産物、山や川、古老が語り伝えてきた話、そうしたものが細かく書き留められています。編纂されたのは733年、古事記からは20年余り、日本書紀からは10年余りのちのことです。そして今日まで伝わる5つの不土記のうち、ほぼ完備した形で残っているのはこの出雲のものだけです。その出雲の土地について編まれた記録にヤマタノオロチ退治の物語はありません。佐能命がいないというわけではないのです。関須佐能命という名で彼はそこにいます。ただしその登場の仕方が全く違います。須佐の里、この国は小さいけれど良い国だ。自分の名は木や石にはつけずこの土地につける。そう言って自らの御霊をここに沈めた。だから須佐という。三室山、ここに室を作らせて宿った。だから三室という。そして佐世の里、古老が伝えて言うには佐能命が佐世の木の葉を髪飾りにして踊った。その時に刺していた木の葉が地面に落ちた。だから佐世という。危機の中で彼は8つの頭を持つ大蛇を切った男です。けれど出雲の記録の中で彼は木の葉を髪に刺して踊っています。そしてその葉が落ちた場所の名前だけが残されました。不思議なことに櫛灘姫との関係が想定される女神の名も不土記には残っています。佐能の命の名がある。櫛灘姫につながる女神の名もある。けれど危機でこの二柱を結びつけていたあの大蛇退治の物語はそこにはありません。では出雲の記録には人を食うものが全く出てこないのでしょうか。そうではありません。大原郡綾の里、今の雲南市大東町のあたりです。昔ある人がこの地に山田を作って守っていました。そこへ目が一つの鬼が来てその男を食ったと言います。男の父母竹原の中に隠れておりき、時に竹の葉動けり、その時浜石男あよあよと言いき、ゆえあよと言う。父母は竹原の中に隠れていました。その時竹の葉が揺れた。食われながら男はあよあよと言った。だからこの地をあよという。これは日本の文献に残る最も古い部類の人を食う鬼の記述として知られています。人を食う異形は確かにそこにいました。ただそれは目が一つで頭が8つある蛇ではありませんでした。ではあの克明な姿はどこから来たのでしょうか。ヤマタノオロチの正体は何か、この問いにはこれまでいくつもの答えが出されてきました。一つ目は風景として読む見方です。出雲を流れるヒー川は幾筋にも分かれ、たびたび氾濫を繰り返してきた川でした。
8つに分かれた体をその川の姿に重ねる。助けられた娘の名は稲田を思わせます。であれば、胎児とは水を治めることの物語だったのではないか。そういう読みです。2つ目は産業として読む見方です。王作と剣が出てくる。中国山地はたたら製鉄の土地でした。砂鉄を取るために山を崩し水に流す。赤い目もただれた腹も炉の中の火や流れ出す鉄のことではないか。そういう読みです。けれど後の世の大規模なたたら製鉄や鉄穴流しによって変わっていた川の姿をそのまま神話が書かれた時代へ遡らせることはできません。尾から剣が出たというその一文だけで大蛇の正体が鉄だったと決まるわけではないのです。3つ目は歴史として読む見方です。外から来た集団、あるいは従わない勢力、それを蛇の姿で描いたのではないかと、越野という一語がこの読みを支えてきました。ただ思い出してください。日本書紀のある文で海を渡ってきていたのは大蛇ではありませんでした。スサノオノミコトの方です。そして4つ目、信仰として読む見方です。もともとこの土地で祀られていた水の蛇の神が新しい物語の中で退治される側に置き直されたのではないか。こう考える研究は1970年代に書かれています。そしてこの4つ目には他の読みとは少し違う直接的な一語が原点に残っています。日本書紀のある文。スサノオノミコトは酒を注ぎ込む前に大蛇に向かってこう呼びかけているのです。汝は恐れ敬うべき神である。もてなさなければならない。少なくともこのある文の中でスサノオノミコトは大蛇を神と呼びました。ただしそれは酒を飲ませる直前の言葉でもあります。本当に神として敬っていたのか、それとも酔わせるための呼びかけだったのか、そこまでは書かれていません。そしてこれらの読みは並べて選べるものでもありません。例えば古紙を遠い古紙の国と読むなら、大蛇を非川そのものの姿と見るためにはもう一段の説明が必要になります。正体を探せば探すほど大蛇の体は薄くなっていきます。紀元前2000年期のアナトリア半島、今のトルコにあたる地にヒッタイトという王国がありました。その国の粘土板に大蛇イルルヤンカの物語が記されています。嵐の神はこの大蛇と争って敗れました。そこで女神イナラが策を立てます。彼女は宴を開き、大蛇とその子供たちを招いてブドウ酒をはじめとする飲み物をたらふく飲み食いさせました。満ちて住処に戻れなくなった大蛇をフパシアという人間の男が縄で縛り上げます。そして嵐の神がこれを殺しました。同じ物語には別の形も伝わっています。そこでは敗れた嵐の神は大蛇に心臓と目を奪われています。嵐の神は人の娘との間に子を設け、大蛇の娘のもとへ婿に入らせました。息子は縁を頼りに父の心臓と目を取り戻します。力を取り戻した嵐の神はもう一度大蛇に挑みました。そして戦いでは息子も大蛇と共に命を落とします。イルルヤンカをめぐる物語もまた一つではありませんでした。日本の説話にも近い形があります。今昔物語集に記された美作の国の話です。その地には中山と高野という二柱の神がありました。中山は猿の姿をし、高野は蛇の姿をしていたといいます。この神々は毎年娘を生贄に求めました。そこへ東の国から一人の狩人へやってきて事情を知ります。彼は娘を隠し、代わりに自分と犬が襖の中に入りました。同じ物語ではありません。けれど酒を使って大蛇の力を奪うこと、生贄にされる娘をその場から逃がすこと、力ではなく策によって異形を打つこと、物語そのものは違っていても、いくつかの輪郭だけが遠い土地で重なっています。出雲と伯耆の境に千通山という山があります。古事記が鳥神と読んだ地はこの山のことだと伝えられています。山頂には天の村雲の剣が現れた地を示す碑が立っています。
川を下り、比叡川をたどると、天ヶ淵と呼ばれる淵があります。大蛇が住んでいたと伝わる場所です。そして室山。出雲国不土記に記された三室山の否定地とされる山です。不土記の三室山には、佐能の命が室を作らせて宿ったと記されているだけでした。大蛇のことは一言も書いていません。けれど、今この山はこう伝えられています。佐能の命がこもって、ヤシオリの酒を醸した山であると。ふもとにはその酒を醸したという釜石が今も残っています。山の中腹に立つ伏神社は本殿を持ちません。この山そのものを神としています。不土記には宿ったとだけ記された三室山。この否定地の一つであるこの山はいつからか大蛇を倒すための酒を醸した山として語られるようになっていました。さらに川を下ると印税の壺神があります。ヤシオリの酒を入れた8つの壺。その一つがここに残ったと伝わります。かつて人が触れたところ、天候が急に変わり山が明動した。そこで供物を捧げ、土の中に埋め、玉垣としめ縄で囲うことにしたと言います。今も旧暦6月の晦日の夕刻に8本の兵と8品の供物が備えられています。そして雲南市木槻町里方、比叡川のほとりに八本杉と呼ばれる場所があります。切られた大蛇の8つの頭を埋め、その印として8本の杉を植えた地だと伝えられています。ただ、この杉は何度も流されています。比叡川が氾濫するたびに水に持っていかれてきました。今そこに立っている杉は明治6年の水害の後に植えられたものだと伝えられています。もし大蛇を川の姿として読むのなら、大蛇を封じたはずの印はその大蛇自身に何度も流されてきたことになります。その度に人はまた8本植え直してきたのです。不土記に記されなかった大蛇は今同じ島根の西石見の地で毎晩のように舞台の上で現れています。石見神楽の演目オロチ。佐能の命が毒の酒でヤマタノオロチを打つ。今夜たどってきたあの物語がそのまま回れます。ただその姿は初めから今の形だったわけではありません。明治の頃まで舞台に立つ大蛇は鱗を描いた白い着物でした。ほとんど人の形をしていたのです。それが和紙と竹だけで組まれたうねりのたうつ長い体を得たのはそう遠い昔のことではありません。そしてもう一つ、書物は一つの体に8つの頭があると書きました。けれど舞台の上でその異形は何頭もの大蛇に分かれて現れます。一つの体に8つの頭だったものが今は幾体もの大蛇になって床を這う。1300年をかけて川に鉄に人に神にと読み替えられ薄れていった大蛇は最後に紙と竹の体でもう一度この世に立っています。火を吹きながら舞台の上でうねっているのです。大蛇を切った剣も大蛇の体から現れた剣も今なお神社の信仰の中に残っています。勝者の剣と敗者の体から生まれた剣。神話はその両方を残しました。ただそのうちの一つ、大蛇を切った剣を祀ったと伝える備前の磯の神仏御霊神社。明治初年の神社名祭帳はこの社の祭神を戸塚の剣と記しています。けれど今ここに祀られているのはその剣を振るった佐能の命です。祀られるものなさえ時代の中で変わることがあります。ヤマタノオロチの姿は本当に失われたのでしょうか。それとも川や杉や剣の中へ形を変えてまだそこにいるのでしょうか。大蛇は酒に酔って滅びました。次に尋ねるのも酒に酔って滅びた異形です。ただし今度は人の姿をしています。丹波、大江山、都から娘たちが消えたその先にその男はいました。主天童子。異形祈祷、また次の夜に。